お客様今日、4から5来ていただいた形で、その中でちょっとあれなんですけど、今日自分の母親来るんですよ。これデブじゃないこれ、マジで俺言ったじゃん、あの時安子って。このサンライズの皆さん、本当にありがとうございます。父と母離婚することになったんですよ、これの関係で、僕の関係で。妹が母には言わないでほしいけど泣いてたよって後から言われて。今日すごい店内が、ランサン仕様になってる。そうですね、僕仕様ですね。自分のホスト人生、最初福岡で、始めて、そこからもう4年半ぐらい今、ホストを始めたったんですけど、なかなか自分の中でこう思うような結果が出せなくて。よろしくお願いします。はい、失礼します。ホストです。だよな。福岡県から来ました清水克樹と申します。じゃあ店辞めてきたんだ。店辞めました。あの後でもさ、結構新人でナンバーワンとかだったよね。そうです辞められたの簡単に。僕はもう絶対ここ行きたいって言って意思通しました。そうなんだ。もう家も解約してマジで。ちょうど去年の1月に桜来てグランドオープンして初めてこうナンバー4を外れたのが去年シックと、合同営業になった1月だったんですよ。だからその去年のリベンジじゃないですけど、ちょっとここは予算かけて自分の生き様だったりとかホストに対しての思いを、みんなに届けたいなと思って、今日はねこの投げ銭タワーイベントをね、今日の日にしました。今日お客さんはどれぐらい？お客様今日、4から5来ていただいた形で、その中でちょっとあれなんですけど、今日自分の母親来るんですよ。お母さんですか？そう、ガチな母です。で、自分の母がずっとローランさんに挨拶がしたいと言ってて、それ会長に相談したら、もうお金いらないから、連れてきていいからね、会長が言ってくださって、で、母も今日福岡から、来てくださって。お母さんとお母さんって、ホストやってることはいつから知ってたんですか？もう僕が最初中洲でホスト始めた時からもう知ってますね。そうなんですか。はい、最初で、それで最初はちょっとこう反対だったんですけど、でやっぱ周りのそのママ友いわゆるにもなんか私の息子大学でここ行ったんだよねとか公務員になったんだよねって言われながら、妹から聞いた話なんですけど、お母さんだけそこが言えなくて息子がホストしてるってすごくそこで母にも迷惑かけた部分もあるんですけど、今はローランさんのところでホストやってるよって胸張って言えるから、すごく誇りに思うって言ってくれて、それもすごく会長のおかげだなと思って。お願いします。僕のガチママです。こういう街なんで、で働く息子さんちょっと不安だったりとかしないですか？ロランド会長だったんで、もうそこは任せてました。やっぱり中洲時代とか、それはちょっと心配だったんですか？そうですね。なんか、なぜこの世界にっていう。大手スーパーの経営者の御曹司みたいなこと聞いた。そうですね。母方の祖父がそれを経営してて、でもやっぱりもともと鹿児島でこう水商売に対してそこまでこう理解がなく、で勝手に実家のスーパーを辞めたこともあって、次は勝手にホストを始めて、なんぞやということで、ちょっとその中でギクシャクあって、それでも母は自分の味方をしてくれて、母も全然親戚とは4年以上会ってないという形になって、
はい、ちょっともう自分がいろいろ家庭ちょっと壊しちゃったなっていう部分はすごくあります。初の母のホストデビューです。お母さんいいよ。僕が違う店にいた時に一回呼んだことあるんですよ。一回どうホストが絶対行きたくないってお母さん言ってたんですよ。けどやっぱ母からなんか行きたいって逆に言われたんで、母もやっぱ歌舞伎町来てすげえ不安な部分だったりとかあって思うんで、母を安心させるためでもあるんです。なんか親孝行にもちょっとなったらなと思って。仙台から仙台から来たんですか？読み旅のロケ。いや今日ランのお母様が来てくださるみたいでご挨拶して家帰って寝ようかなと思って東京駅からそのまま来たんで。はじめまして、ありがとうございます。お世話になっております。いやいや本当にねわざわざ遠くからお越しくださいましてありがとうございます。はいローランドと申します。すいません、ありがとうございます。どうおかけください。ありがとうございます。いやママ、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。もうねすいません。お世話してますよバッチリ。ちょっとだけですけど、今日からもう会長に公開に続けてるんですけど。いいと？はい、いいとで大丈夫です。いいと？いやありがとうございます。わざわざ。じゃあママをちょっとおごらして。ワインとシャンパンだとどっち好きですか？ワインでお願いします。ワインが好き。赤と白は？赤で。赤でわかりました。バッチリいいのを選んできます。ありがとうございます。ちょっと一瞬だけ待っててくださいね。トモヤちょっとなんか店のさ一番いいワインさ出してくれない？ママオーバースワン飲みましょう。ちょっとご馳走させてください。はい、ありがとうございます。はい、継がせていただきますね。はい。ありがとうございます。じゃあちょっと僕も一緒に乾杯させてくださいね。すいません、ごめんなさい。いや本当にわざわざお越しくださいまして、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。お口に合いますか？もう全然。大丈夫。ありがとうございます。でもやっぱりねいや僕まだ独身で子供もいないんであれなんですけど、やっぱ子供がね東京行くっていうのはもうよく応援してくださったなと思って。全然もう会長のことなんで、私はもう逆にお願いしたいぐらい教育していただきたいっていうそういう気持ちで、あ本当ですか？動き出しました。やっぱもう業界が業界なんで、親御様になんかそうやって言っていただける業界じゃあまりなかったんでね、やっぱそうやって言っていただけるの嬉しいですよ。もう本当に中洲で働いてる時はちょっとなんか親としては大丈夫かなって思ってたんですけど、ちょっとね怖いイメージもあってね。ですけど、なんか会長のところで面接受けて頑張ってみるって言った時には、私逆にもう言ってこいと。いや嬉しいな。気持ちがもう強かったんで、でも受かればいいなって思ってたんですけど、さあ俺受かったよって言った時にもう嬉しくてですね、なんか逆にもう会長にも預けようと思いました。そうなんだ。いや嬉しいな。そういう言い方したら失礼ですけど、もうなんか息子をお願いしますっていう気持ちでいっぱいだと。いやでも僕が思うのは多分親御さんって何かやめようとか学校やめようとした時多分ダメだよって言うじゃないですか普通。多分僕の親も、結構保守的な親だったんで良くも悪くも、すごく尊敬はしてるんですけど、僕が多分学校やめようって言った時はやめるんじゃないとか、ちゃんと学校に行きなさい、習い事はちゃんと続けなさいって多分言う親だったんですよね。でもなんかそこであなたの決めた道だからって言えるのって多分なかなかない。もうだからあなたに任せました全て。なるほどね。私はそういう子供の人生は子供のが決めるって思ってるので、どっちに転んでもいいかなっていうのがあるので。ちょっとこれ言っていいかわかんないんですけど、父と母離婚することになったんですよ。これの関係で、僕の関係で。父はどっちかっていうと本当結構大手の会社に勤めてて、大学行って
大手に勤めてねみたいな感じの人なんですよ。で、それでも母は結構自分の自由を尊重したいっていう感じで、やっぱここで会って、そこでちょっとこの 3,4 年間の間に、夫婦の間もなかなかうまくいかなくて、本当に先日連絡あって「ごめん、勝樹とかっちゃんごめん、ちょっと離婚することになっちゃった」1ヶ月間我慢して自分のね自由失って、それで俺のためにこうやってしてくる、それが一番嬉しいの。これがもっと頑張らないから普通にサボりすぎた、すまんね本当に。これデブじゃないこれ、マジで俺言ったじゃん、あの時休むって。おい新しい名刺できたぜ。もう同期は全員辞めましたね。周りがどうこうなったからって辞めるっていう考えは全くなくて、ただ単純にクラブ好きなんですよね、メンバーが。まずはね、応援していただいた、このサンライズの皆さん、本当にありがとうございます。今日は母も来店してくださり、僕4年前ぐらいに、中洲で働いてる時に一回お店遊びおいでよって言ったことあるんですけど、その時はちょっとねみたいな感じだったんですけど、やっぱローランドさんのお店だから安心して遊びに来れるし、ローランド会長に挨拶がしたいと、ここまで息子を育ててくれた、お礼が言いたいと、母から言ってくださり、今ではローランドさんのお店で、ホストしてると、胸張って言えてると言われた時は本当にすごく嬉しくて、でそこをねいろいろ自分の中で勝手に家業もやめて、ホストの道に挑んだんですけど、最終的には、こうやって母も来店してくださり、最高のね親孝行ができたと思います。やっぱり僕がホストやっていく中で、起業した時にどういう店を作りたいかというと、流行ってる店、金持ちになりたいなとか、大きい店、店売りのすごい店、もちろんそれも作りたかったけど、一番は親御さんが、お願いしますと言ってくれるような、安心して働いてもらえる、そして安心して通ってもらえる店を作りたいなっていうところが一番だったんですよね。それを今日ね、カメラにもちろん映ってないですけども、お母さんが来てくれて、息子をね育ててくれてありがとうございます。そういう嬉しい言葉を聞けたことが、僕はどんなに大金を稼いだり、どんだけ名声を富とかね、名声を得ることよりもすごく嬉しい瞬間だったんで、今日はすごく、僕にとっても経営者として嬉しい瞬間になりました。そしてそんな、瞬間を作ってくれて本当に、ありがとうございます。自分たちも働いてて分かると思うけど、お客様の層だったりとか、俺たちのやり方、今までのやり方とかを含めても、ここまでしっかりやってる店、正直言うとうちより売り上げある店、人数多い店、歴史ある店あるかもしれないけど、ここまでやってるところは俺一個もないと断言できるんで。新宿に行って面接を受けに行ったんですよ。でもうお店を決めて、で4月20日にバッグをまとめて、実家からもう家出みたいなもんですよ。誰にも言わずに。ご両親の言ってない？だって言ったら止められるからね。はい、もう楽しかったです。親としては感無量。ローランド会長がみんなにこんなに慕われてると思ったら嬉しかったですね。じんときました。
昨日俺がこう会長に言ってたのはちょっとビップ来れるビップちょっと言いたいことがありすぎてもうちょっとあれだな何か変えなきゃいけないよねと発信の仕方間違えてるかもしれませんよねって普通に撮影だからやってるんですか？普通にそれが本心だとしたら俺はマジやっていけないですよこれ。会長の中では矛盾してないことなのかもしれないけど、やっぱ受け取り手によって全然変わってくるじゃないですか。その言い方もそうだし、日々のこう行動であったりとか、僕は何のためにここにいるのかっていうのと、なんですかね、